こんにちは、アリアです。今回は、リラを離れた人たちが、どのようにして、新たな星々へと歩みを進めたのか、その旅の記憶を、たどっていきます。リラ戦争の後、人々は、安らぎと調和を求めて、クレアデスへ、新たな可能性と探求のために、ベガへ、英知と、秩序を築くために、シリウスへ、そして、力と物質の現実を、選び取るために、オリオンへ。それぞれの星は、異なる学びと挑戦の舞台でした。このシリーズでは、4回にわたり、クレアデス、ベガ、シリウス、オリオン、リラから渡った人々が、どんな生活を築き、どんな思いを抱えて生きていたのかをお話ししていきます。第1回目となる今回は、クレアデスへ渡った人たちが、どのように旅を終え、その星に根を下ろし、どんな日常を紡いでいったのかを、たどっていきましょう。リラの文明は、自由と探求を尊ぶ文化から始まりました。けれども、その自由が行き過ぎ、精神性を重んじる人々と、物質的な繁栄や力を追求する人々との間に、大きな隔たりを生みました。やがて、その隔たりは、戦争へと姿を変え、リラの社会を深く傷つけることになったのです。戦いが終わった後、人々の心には2つの問いが残りました。一つは、もう二度と争いを繰り返さないためにどう生きるのかという問い。もう一つは、力を持ちながらもそれを調和に使うことはできないのかという問いでした。戦争に疲れ果てた魂たちは新しい場所を求めて星々に視線を向けました。そこで目に留まったのがクレアデスです。水と緑に恵まれた青白い星々は柔らかな光を放ちながら彼らを呼んでいるように感じられました。ここなら癒しと再生が可能かもしれない、そう直感した人々は移住を決意します。その旅に加わったのは精神派だけではありませんでした。かつて物質の力を重視した人々の一部もまた傷を抱え、迷いを抱えながら同行したのです。彼らは全てを支配するつもりで旅立ったのではなく、もしかしたら新しい道が見つかるかもしれないと半ば祈るような思いでクレアデスを目指しました。そのため移住団は精神性を基盤にした人々を中心にしつつも多様な背景を持つ者たちが入り混じる共同体となったのです。旅は容易ではありませんでした。故郷を離れる決断は肉体的な移動だけでなく、魂に刻まれたアイデンティティを揺さぶるものでした。私たちはリラの民なのか、それとも新しい存在になるのか、誰も答えを持っていません。宇宙船は技術的には高度でしたが、その内部に漂う空気は重く、沈黙が多くを占めました。精神派の人々は祈りや瞑想によって心を保ち、対立側に属していた者たちは周囲に溶け込むことに戸惑いを感じていました。一緒に旅をしていながらも心の距離は決して近くはなかったのです。そんな中でも移住団を一つにまとめたのは子供たちの存在でした。リラ戦争を経験した大人たちは深い傷を負っていましたが、子供たちは比較的自由で純粋でした。船内で無邪気に遊ぶ声や歌が響くたび、大人たちの心は少しずつ和らぎました。この子供たちには争いではなく調和を生きてほしい、その願いが派閥を超えて移住団全体の共通意識になっていったのです。長い旅の途中で意見の衝突もありました。例えば、新しい地では物質的な基盤を優先すべきか、それともまず心の癒しを優先すべきかという議論です。精神派は心が整えば生活は自然に整うと主張しました。一方、かつて力を追求した者たちは食料や住居を確保しなければ生き延びられないと譲りませんでした。衝突はありましたが、それがリラの戦争のように暴力に発展することはありませんでした。むしろ議論の末に、では両方を同時に進めようという妥協点が見つかることが多かったのです。
これは戦争で得た痛みが彼らに暴力は最悪の選択であるという共通の理解を刻んでいたからでしょう。やがて旅の終わりが近づくと船内に不思議な変化が生まれました。精神派の祈りと実務を重んじる人々の行動が少しずつ交わり、生活のリズムが整っていったのです。瞑想の時間の後に作業の打ち合わせを行い、作業の合間に歌を歌う。以前なら相入れなかった行為が自然と組み合わさっていきました。それはまるでグレアデスという新しい地がまだ到着する前から人々の心に働きかけていたかのようでした。そしてついに彼らはグレアデスの星々に到着します。窓の外に広がる青白い光景を見たとき、多くの人が涙を流しました。それはようやく安住の地を見つけたという安堵だけでなく、ここでなら新しい自分たちを始められるという希望の涙でもありました。船が降り立ったのは水と森に恵まれた地帯でした。空気は清らかで、土は柔らかく、生命の息吹が満ちていました。精神派の人々は深く感謝を捧げ、対立派に属していた者たちもまた言葉を失ってその光景に立ち尽くしました。けれども到着してすぐに理想的な生活が始まったわけではありません。そこにはまだ不信や緊張が残っていました。精神派は調和を基盤にした暮らしを築こうと願い、物質派の人々はまず資源を安定させなければならないと主張しました。その溝をどう埋めていくのか、それが彼らに課せられた最初の試練でした。しかし、重要なのは両派が同じ星に立っているという事実でした。もう逃げ場はなく、共に暮らすしかない。その現実が彼らに次の一歩を踏み出す勇気を与えました。こうして、ビラからプレアデスへと渡った人々の新しい日常を築く物語は始まったのです。それは単なる移住ではなく、かつての対立を抱えながらも共に暮らす挑戦でもありました。到着した人々にとって最初に必要だったのは住む場所でした。精神派の人々は瞑想や祈りを通して自然とつながろうとし、物質派に属していた人々は木材や石を使って効率よく住居を建てようとしました。一時は意見が対立しましたが、やがて両方の方法を組み合わせることで解決の道が見えてきました。建物は自然を傷つけずに森の中に溶け込むように設計され、柱や壁には水晶や鉱石が埋め込まれました。これにより住居はただのシェルターではなく、住む人の心を映し出し、共鳴する存在となったのです。祈りによって空間が整い、技術によって安定性が確保される、精神と物質の融合がここから始まっていきました。生活の基盤が整うと、人々は食に向き合いました。精神派は植物のエネルギーを感謝とともに受け取ることを重視し、物質派は栄養や安定供給を考えました。双方の知恵を合わせることで、食は単なる生存のための行為から共同体をつなぐ儀式へと進化していきました。畑は共同で管理され、種をまく前には必ず歌と祈りが捧げられました。作物が実ると収穫祭が開かれ、食卓には音楽や踊りが欠かせませんでした。食べることは命の循環を確認する時間であり、同時に異なる立場にいた人々が肩を並べ、互いの存在を認め合う場にもなったのです。子供たちの教育はグレアデスの日常の中心でした。ビラでの分裂を二度と繰り返さないため、大人たちは次の世代に何を伝えるかを強く意識しました。教育は学校のように分けられた場所ではなく、共同体全体で行われました。精神派の人々は瞑想や歌を通して心の静けさを教え、物質派の人々は農耕や建築の技術を伝えました。子供たちはどちらの教えも偏ることなく受け取り、調和を学びました。大人たちは
時に自分たちの過ちを語りました。私たちは自由を追い求めたけれど、それを守る方法を見失った。私たちは力を信じたけれど、それを制御できなかった。そうした告白は子供たちにとって教科書以上の学びとなり、争いを繰り返さないための土台を築いていったのです。癒しの文化も大きく発展しました。ビラ戦争の記憶は深く、肉体よりも心に傷を残していました。精神派は瞑想や光のヒーリングを用い、物質派は水晶や音響装置を工夫しました。この2つが合わさり、クレアデス独自の波動療法が誕生しました。例えば、水晶の部屋に入ると、そこにいる人の感情が光や音に変換され、周囲の仲間が共鳴して癒しの輪を広げる。この癒しと全体の調和が一体となる。その方法は、やがてクレアデス文明の大きな特徴となっていきました。芸術は人々の心をつなぐ最も大きな力でした。精神派は歌や踊りを通して心を解放し、物質派は建築や彫刻に情熱を注ぎました。その2つが融合すると、建築物が音楽を奏で、彫刻が光を放つような芸術が生まれました。夜になると、共同体は星空の下に集まりました。火を囲む代わりに、星々の光を浴びながら歌い、踊り、語り合う。この歌の時は、かつて対立していた者同士が心を重ねる大切な時間でした。言葉を超えて、歌や舞が心を溶かし、和解を促したのです。やがて、時間が経つにつれて、両派の境界は少しずつ曖昧になっていきました。かつて、力を重んじた人々も、子供と歌ううちに心を開きました。精神を重んじた人々も、技術を生かす大切さを認めるようになりました。力は悪ではない、どう使うかが問題なのだ。精神は逃避ではない、日常を支える土台と結びついてこそ意味を持つのだ。この気づきが広がるにつれて、共同体全体が一つの方向へまとまり始めました。しかし、和解の道は常に平坦ではありませんでした。過去の記憶がふと蘇ると、不信や恐れが顔を出しました。また、支配が始まるのではないか。また、理想だけに偏るのではないか。そうした声は、たびたび起こりました。その度に、人々は星空の下に集まりました。歌い、語り、涙を流し、再び誓い合う。私たちはもう争わない。この地では共に生きる。その誓いが、繰り返し、彼らを一つに戻していったのです。こうして、年月が経つうちに、クレアデスの文明は、力と調和の共存という、独自のあり方を確立しました。住居は、自然と融合し、食は、祈りと実用を兼ね備え、教育は、精神と技術の両輪で、進められました。癒しは、個人と共同体を、同時に整え、芸術は、境界を越えて心を結びました。これは、かつて、ビラで分裂してしまった両派が、ようやく、一つの答えを見つけた、ということでもありました。争いを経験したからこそ、彼らは、対立を超えて暮らす日常を選び取ることができたのです。クレアデスで築かれた日常は、遠い星の話でありながら、私たちの生活の中にも響いています。自由に生きたいと願う心と、安定を求める心、理想を追いかける心と、現実を整える心。その両方を抱きしめて暮らすことが、クレアデスからの学びなのかもしれません。次回は、さらに、自由と可能性を求めて、ベガへと渡った人々の物語をお話ししていきます。彼らが、どのように暮らしを築き、何を追い求めていたのか、その記憶を一緒に探っていきましょう。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。